こんにちは、ちゅうです。今回は我が家で使っているアイリスオーヤマの炊飯器のレビューをしていきます。商品名は IH ジャー炊飯器 IK50 型という炊飯器で、楽天市場で 11,740 円で購入しました。5合炊きで比較的安い炊飯器が欲しいという方や、見た目がスタイリッシュな炊飯器が気になっているという方は、ぜひこのままご覧ください。実際に炊くまでの工程を動画にしているんですが、ご飯を炊くときに使える便利アイテムもご紹介しています。早速炊いていきますが、蓋を開けるとこのようになっています。お米を洗うときは、我が家ではニトリで買ったザルを使っています。お米の量は毎回測るのが面倒なので、山崎実業のライスストッカーを使っています。これは1仕切り1合分になっているので、このまま注げば測らなくても1合分のお米が出せるものになっていて、とても便利です。お米を洗っていきます。玄米の方が体にいいので、本当は玄米だけで食べたいんですけど、本が玄米だけだと食べづらいというので、白米も混ぜて一緒に炊いています。ちなみに白米の方は、ふるさと納税の返礼としていただいた熊本県高森町のお米です。洗って水を流すときは、このようにボウルの部分だけ傾けると簡単に水切りができます。1合とか2合とか少ないときは直接釜の中で洗うんですけど、お米の量が増えてくるとザルがないとうまく水切りができなくてお米が落ちちゃうので、最近はずっとこのザルを使っています。洗い終わったら釜に移して水を入れていきます。注意点なんですが、白米は5合まで炊けるんですけど、玄米は3合までしか炊けないです。私も何回か玄米も混ざった状態で4合とか5合で炊いたことがあるんですけど、炊飯器から水が吹きこぼれて掃除が大変だったので、炊けないことはないんですけど、やらない方がいいかなと思います。この炊飯器で玄米を炊く場合は3合までです。炊飯をするときは、炊飯メニューかヘルシーメニューのボタンを押して該当するものを選んでいきます。白米の場合は炊飯メニューから選ぶんですが、今回は玄米なのでヘルシーメニューのボタンで玄米を選びます。ちなみに右側に米銘柄とお好み炊きというボタンがあるんですが、玄米の時はこれが適用されません。白米だったら該当する銘柄に合わせたり、お好みの硬さや食感を選ぶこともできます。玄米だとだいたいいつも90分ぐらいかかっていて、白米だけだと60分ぐらいかかります。ご飯が炊けるとこんな感じです。炊けたらすぐに混ぜるようにと説明書に書いてあるので、混ぜてからお茶碗によそっています。あと保温機能なんですが、12時間以上は保存しないことを勧めていて、24時間経つと勝手に保温が解除されます。次の日も食べるときはそのままにしてるんですけど、そうじゃないとき、例えば次の日は麺とかパンを食べるとか外食する予定があるっていうときにはもうラップにくるんで冷凍しちゃってます。3合炊くとだいたいお茶碗5杯分なんですけど、基本は毎日夕飯は主食がお米なので、2、3日に1回炊いてるっていう感じです。
と難点なのが蒸気でびちょびちょになりやすいところです。そこまで気になるほどではないんですけど、この水分を拭き取ったり、あとこの内蓋は毎回洗わないといけないので、それがちょっとだけ面倒です。いかがだったでしょうか。5合炊きで1万円台の炊飯器なんですけど、お米の銘柄によって炊き方を変えられたり、炊き上がりの硬さを選べるのはすごいなと思います。ただ、お米がめちゃめちゃ美味しくなるとか特別感はないので、普通に炊ければいいなくらいに思ってる人には向いてると思います。あとはデメリットとして早炊き機能が、あるんですけど、大して早く炊けないっていうのがあって、通常の5分ぐらいしか早く炊けないところです。3合とかちょっと欲張って炊いているので、もしかしたら1合とかだったら早く炊けるのかもしれないんですけど、急いで炊きたい時って15分とか30分以内には炊けてほしいと思うので、それがちょっと残念だなと思います。あとカラーはこのブラックとホワイトもあったんですけど、どちらも結構シンプルでおしゃれなので、機能は無難でいいけど、見た目はできるだけスタイリッシュなものがいいという方にはおすすめだと思います。あとメリットとデメリットをまとめるとこんな感じなので、よかったら参考にしてください。今回はアイリスオーヤマの IH ジャー炊飯器 IK50 型っていう炊飯器を紹介しました。概要欄にリンクを貼っているので、気になった方はこちらから詳細も見てみてください。また参考になったよという方はグッドボタンと、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。